さあ今回はですね、パンチェッタとモッツァレラで濃厚な味のキッシュを味わえる、そんなみんなでねシェアして楽しめるような一品を作っていきます。パイシートを型に合わせて伸ばしていきます。重しを乗せて200度に予熱したオーブンで10分から15分焼いていきます。カットした紫玉ねぎをさっと炒めて油を切っていきます。卵と牛乳、生クリーム、パルミジャーノ、モッツァレラを混ぜてパイ生地に流し込みます。あとは200度に予熱したオーブンで20分から30分焼き上げれば完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあ始めますか。それじゃあよし、ちょっとね用意しておいたパイシートなんですけれども、まずはねちょっと打ち粉しようか。つかないように伸ばして、で耐熱容器があるんですけど、それに合わせてね伸ばしていこう。伸ばしたら向きを変えてまた伸ばしていく。よし OK、 十分に広げたところで、よし、ではこいつをこっちに持っていき、さあこの型にね合わせていきます。さあオーブンで焼いていくんですけど、よし、ここでちょっとペーパーを、オーブンシートですね。であと重し、さあ形が崩れないように重しをして、まずは空焼きにしていくんで、200度に予熱したオーブンで15分ですね。様子を見ながら。さあでは空焼きしている間にフライパンを用意してオイルを流して熱している間にパンチェッタなんですが、もう簡単にこのようにスライス、ちょっとね食べ応えのあるようにちょっと厚めに切っていこうか。これぐらいでいいかな。さあそしたらこのパンチェッタをフライパンでカリッと仕上げていこう。さあこんがりと焼いていきます。さあこれを焼いている間に紫玉ねぎ、こいつはくし形に、よし、パンチェッタどんな感じなんだろうね。あーいい感じに焼けてんね。これぐらいこんがりいってる方が絶対うまいよね。さあ向きを変えたら、表面すぐ焼けちゃうんで、よし、今度はこの切った紫玉ねぎを、それからニンニクなんですが、こいつはスライス、よし、おー、これだけでもいいおかずになりそうだよね。さあどっちみちこれらをねオーブンで一緒に焼き上げるんで、玉ねぎにんにく入れて香りを出したらもう OK。 あとは冷ましておこう。よし、ではここでトマトなんだけれども、プチトマト、こいつをこの冷ましている間にカットしとく。半分に
さあカットしたトマトは戻そうか。よし OK。 さあではここで生地を作っていきます。よし、まず卵、ここに牛乳、生クリーム、それからチーズなんですけれどもパルミジャーノ、豪快に入れていくよ。濃厚な感じに仕上げていく。でこの中に塩コショウしちゃおう。そしてチーズなんですけれどもモッツァレラチーズ、こいつはもう切ったりせずにもうこうやって裂いて自然な形で裂いて入れていきます。よし。であとはこの焼き上げたものなんですけれどもパンチェッタ、結構油が出てますからね、この油を切っていこう。ニンニクの香り、それと塩味の効いたねパンチェッタの油なんで、これが捨てるのがもったいなかったらバゲットかなんかつけてね浸して食べるとうまいっす。よし、15分でしたね。うわいい感じに焼けてんな。よし、バッチリ表面もいい色に仕上がってる。そしたらさあまずはこの重しをこいつを外そう。 OK。 よし、バッチリ綺麗に焼けてるね。まずこの炒めた焼いたものを半分入れ、ここでカットしたプチトマトも半分ぐらい、軽く混ぜ流していこう。さあ流したらあとは残ってるものをね上にも乗せちゃおう。おお、これまたランダムに。よし。でチーズ、ちょっと埋めていこう。トマトだ。バッチリ。いいんじゃないか。いいね。そしたらこいつをまたプレートの上に乗せ、さあまたオーブンへ。よし。これもまた200度ですね。今度は25分ほど焼いていきます。さあ25分が経ちました。よし、いいよ、バッチリじゃない。よしよし。さあちょっと大きめにパンチェッタをカットしているので非常に食べ応えがあります。でまたこいつは熱いうちでも、それとあと冷めても美味しいので非常におすすめです。で最後ちょっと緑を入れていこうか。ルッコラをちょっとこうやってねフレッシュものを飾っていくとまた雰囲気も変わりますよね。よし、最後かけちゃおうか。最後は黒胡椒で。よし、いい感じだね。完成だ。よし、できた。パンチェッタとトマトとモッツァレラのキッシュの完成。良い一日を。
す。